皆さん、こんにちは。ピピの日本語ポッドキャストの時間です。日本は30度を超える日が続いていて、最近はとっても暑いです。私はあまり汗をかかない体質なんですが、そんな私でも汗ダクダクになるくらい、とっても暑いです。今日は日本のお盆について話していきたいと思います。8月になると日本ではお盆という言葉をよく耳にします。ニュースでは高速道路の渋滞や新幹線の混雑が話題になり、お盆休みですねという会話も増えてきます。皆さんの国にもお正月やクリスマスのように家族みんなが集まる特別な日はありますか？日本にも多くの人が家族と過ごす大切な時期があります。その一つがお盆です。今日はお盆とはどんな日なのか、どんな行事なのか、日本人はどのように過ごすのかを一緒に勉強していきましょう。お盆は亡くなった家族やご先祖様を思い出し、感謝する期間です。ご先祖様とはおじいさんやおばあさん、そのまた前の世代など、自分より前に生きていた家族のことです。昔から日本ではお盆になるとご先祖様の魂が家へ帰ってくると考えられてきました。そのためこの時期には家族みんなで集まり、ご先祖様を迎える準備をします。もちろん地域や家庭によって過ごし方は少し違います。またお盆の時期も地域によって違いがあります。多くの地域では8月半ばですが、7月にお盆がある地域もあります。どちらの場合も大切なのはご先祖様を思い出し、感謝の気持ちを持つことです。お盆になると多くの人はお墓参りへ行きます。まずお墓をきれいに掃除します。そしてお花を飾ったり、お線香をあげたりして静かに手を合わせます。ありがとう。これからも見守ってください。そんな気持ちでお参りする人が多いです。お墓参りは亡くなった家族を思い出したり、今の自分の生活を報告したりする大切な時間でもあります。家族みんなでお墓参りへ行き、その後一緒に食事をする家庭もたくさんあります。日本ではお盆の時期になると多くの会社や学校がお休みになります。これをお盆休みと言います。そのため田舎から出てきた都会で生活している人たちは自分の地元田舎へ帰っていきます。例えば東京で働いている人が北海道や大阪、福岡などの実家へ帰っていきます。そしてお盆休みが終わるとまた仕事や学校が始まるため、自分が暮らしている東京へ戻ります。この時期は日本中でたくさんの人が一斉に移動します。そのため新幹線や飛行機は満席になり、高速道路では長い渋滞が発生します。ニュースでは毎年 U ターンラッシュが始まりました。今日が U ターンラッシュのピークですという言葉をよく聞きます。U ターンとはアルファベットの U のように一度ふるさとへ帰り、また元の場所へ戻ることを意味します。そしてラッシュはたくさんの人が同じ時間に移動してとても混雑することです。通勤ラッシュとかも同じような使い方です。つまり U ターンラッシュとはお盆休みを実家で過ごした人たちが
一斉に自宅へ戻るために起こる大混雑のことです。もし8月に日本へ旅行する予定がある人は、新幹線や飛行機のチケットを早めに予約することをお勧めします。また、観光地も普段より混雑することが多いので、時間に余裕を持って行動すると安心ですよ。皆さんはお盆になると、ナスやキュウリに足をつけた飾りを見たことがありますか？これは精霊馬と呼ばれるものです。精霊とは亡くなった人の魂のことです。そして馬と書いてそのまま馬と読みます。つまり精霊馬とは、ご先祖様が家へ帰ってきたり、あの世へ戻ったりするときに乗る乗り物という意味があります。ここでこんな疑問を持った人もいるかもしれません。どうしてキュウリとナスなの？実は理由があります。まず、キュウリは細長い形をしているので、馬に見立てやすい野菜です。一方、ナスは少し丸みがあり、牛の体に似ていると考えられました。そこに割り箸や爪楊枝で足をつけると、馬や牛のような形になります。また、キュウリやナスも日本では夏が旬の野菜です。お盆は夏にあるため、昔の人たちはその季節に畑で採れた新鮮な野菜をお供えしました。そしてそれぞれの野菜には大切な願いが込められています。きゅうりで作った馬には、あの世から少しでも早く家に帰ってこられるようにという願いがあります。一方、ナスで作った牛には、あの世へ帰るときは景色を見ながらゆっくりと戻ってほしい。そしてできるだけ長く家にいてほしいという家族の願いが込められています。このようにお盆には日本人の優しさやご先祖様や家族を大切に思う気持ちが現れている行事の一つです。お盆にはそうめんや団子、おはぎなどをお供えする地域があります。そうめんは暑い夏でも食べやすい食べ物として親しまれています。また地域によっては旬の野菜や果物をお供えすることもあります。家族みんなで食事をしながら、おじいちゃんはこんな人だったね。子供の頃は毎年ここへ来て遊んでいたね。そんな昔の思い出を話すこともお盆ならではの時間です。亡くなった家族を思い出しながら、今生きている家族との時間も大切にする。それがお盆の大きな意味の一つなのかもしれません。今日出てきたお盆でよく使われる日本語をピックアップしてみました。お盆、ご先祖様、お墓、お墓参り、お線香、お供え、精霊馬、U ターンラッシュ。ぜひ声に出して練習してみてください。今日は日本のお盆について紹介しました。お盆は亡くなった家族やご先祖様を思い出し、感謝する大切な期間です。お墓参りへ行ったり、家族と食事をしたり、実家へ帰ったりすることで、家族とのつながりを改めて感じる人も多いでしょう。また、きゅうりやナスを使った精霊馬には、ご先祖様への優しい願いが
込められていることも分かりましたね。もし8月に日本へ来る機会があれば、お盆ならではの雰囲気や文化をぜひ体験してみてください。皆さんの国にもご先祖様や家族を大切にする行事はありますか？また、お盆の文化について初めて知ったということはありましたか？ぜひコメント欄で教えてください。最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。それではまた次回のピピの日本語ポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。